お願いだから俺とリンクを口説いてくれ。微妙にニュアンスが変わってるっつうの。いや、ひょっとして言い方が気に入らなかったのかなと思って。そういうことじゃないっつうの。わかんないの？手段を選んでる場合じゃねえんだ。お前が記憶なんてどうでもいいっていうのはわかる。今のお前にとっちゃオタク趣味なんてひたすらキモいだけなんだろ。そうだけど。沙織や黒猫には申し訳ないけど仕方ないとも思う。でもな、それが原因で他人行儀になることだけは我慢できねえ。はあ？今時他人行儀って草。うるせえ。俺は悲しいんだよ。いいか？記憶がなくなったこととか何を忘れたとかは問題じゃねえんだ。あんた今自分が何を言ってるか分かってんの？私にオタクに戻ってほしいんじゃなかったの？違うっつってんだろうが。いや、すまん。でかい声出しちまった。いいか？大切なのはな、お前の趣味がきっかけで俺たちが変わったってことなんだよ。オタク趣味があったからお前には黒猫や沙織っていう新しい友達ができた。綾瀬だって最初こそものすごい喧嘩になったけど結果的にオタクの気のを受け入れてくれた。だからなんだって言うの？なんであんたが口出すわけ？俺だって変わったんだ。お前の趣味を知ったからこそ新しい友達ができたし、自分のダメなところに気づくことができた。お前とだって少しは仲良くなれたと思う。俺たちはそういう変化を乗り越えてお前と付き合ってんだ。それをお前に否定されたら俺たちはどうすりゃいいんだよ。そんなのあんたたちの勝手じゃん。なんで私があんたたちに合わせるためにオタクに戻らなきゃいけないわけ？こんな理不尽なことを認められるわけないじゃん。どうしてあんたはそんなにこだわるの？ずっと私を放っておいたくせにさ。今さら私の記憶なんてどうだっていいでしょ？どうでもいいやつのことでこんなに必死になるかってんだ。くそ、一回しか言わねえからな。よく聞け。俺にとってお前はな、大切な人なんだよ。はあ？ちょっと何言っちゃってるの？どうだ、変態シスコンと笑うがいい。筋金入りだ。むしろ鉄筋入りだ。恐れ入ったか。わかった。やればいいんでしょ、やれば。でも記憶が戻るかどうかなんてわかんないんだからね。ったく、この1年で何があったっていうの？あんたそんなに前の私とイチャイチャしてたわけ？ありえないから。どうだ、思い出してきたか？そんなわけないでしょ。ただ今の私だったらそっちを選ぶかなって思っただけ。そうですか。
キリノ、ちょっといいか。俺はな、今目の前にいるお前のことが大好きだ。でもお前がなくした記憶も同じくらい大事で、だから俺はどっちも諦めたくねえ。だからお願いだ、思い出してくれよ。お前の、俺たちの大切な思い出を。キモ。すまん。取り乱しちまったみたいだ。それに、さっきから肩が当たってるんですけど、この変態、シスコン。さっきの臭い告白、どうせゲームに影響されたんだろうけど、あんたはリンコリンのことを何にも分かってない。え？いい？リンコリンはね、小さい頃からお兄ちゃんのことが大好きだったの。でも、ある事件がきっかけで、お兄ちゃんへの思いが複雑になって、いつしか自分でも本当の思いに気づかなくなってしまった。そんなリンコリンが記憶を失ってしまって、でも献身的なお兄ちゃんの姿を見るうちに、奥底で眠っていた思いが蘇っていくの。記憶を失って、でも思いだけを蘇らせたリンコリンが、勇気を振り絞ってお兄ちゃんに告白する、その言葉が。おい、ちょっと待て。何？今いいところなのに。いや、多分俺、そのセリフわかると思う。そうか、ずっと好きだったよ。そう、なんだ、わかってんじゃん。ほら、どう？このリンコリンのけなげなセリフ。マジ泣ける。つうか神じゃね？キリノ、お前、なんでリンコルートの決め台詞を覚えてんだよ。まさか、記憶が戻ったのか。私、うさい！ここから出てけ！ごはっ！なんで今、俺は蹴り出されたの？ありえない、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 ありえない。キリノさん、大丈夫ですか？結局、記憶戻ったんすかね？それとも戻ってないんすか？うるさい。静かにしてよ。じゃあ、そういうことで。ちょっと、閉めんなって！キリノ？戻ったわよ。え？記憶なら戻ったわよ。それがどうかした？よかったな。よかったな、キリノ。うさい！何キモい泣き顔でキモいこと言ってんの？キモいってお前、しょうがねえだろ。涙が止まんねえんだもんよ。ああ、もうほんとうざいんだから。ちょっと待ってなさい。ほら、持ってきなさいよ。これは？とにかく、今日はもう一人にして。で、あんたはさっさとシスシスをコンプしなさい。このバカ。まあ、結局こんなもんだよな。
早く帰ってこいっつうの。ただいまいやー、久しぶりにまったりした休日を過ごしたな。あ？ちょっと挨拶は？ただいまっす。じゃあ荷物置いたら降りてきて。ちょっと欲しい素材があるから。それと。なんだよ。ありがとね。あ？だからありがとね。何よ。いや、別に。コミケ当日、俺とキリノは黒猫と沙織と待ち合わせて会場に向かった。とりあえず午前中はキリノと黒猫の喧嘩をなだめたり、メガネメイドの同人本を発見してキリノに殴られたりと、まあなんだかんだで楽しくやった。そして午後、沙織推薦の特別イベントに参加するため、俺たちは売店前に集合する。ったく、二人ともどこ行っちまったんだよ。まあまあ抑えてくだされ京介氏。お二人とも午後はそれぞれ目的の品があったのでござろう。でも黒猫はともかく、キリノは記憶が戻ったばかりだし、こんなとこでまた頭打ったらどうなるか。京介氏は本当に妹思いですな。お前な、今回の件で俺がどんだけ苦労したと思ってんの。もう一度やれって言われたらきっと過労で倒れるぞ。心配ご無よ。頭を打ったくらいではそうそう記憶を失うものではござらない。知り合いの病院に問い合わせてみたのでござるが、記憶喪失の原因は外傷性と心因性の2つが多いそうでござる。キリリン氏の場合、実際はストレスが原因ではないかと言っておりました。ストレス。ええ、あいつが一番縁遠そうな言葉だな。はばかりながら拙者、キリリン氏のストレスの原因なら覚えがありますぞ。なんだよ、もったいぶらずに教えろよ。おそらくキリリン氏は愛に飢えていたのでござるよ。は？なんだそのキリノに世界一似合ってない単語は。さて、そろそろイベントが始まりますし、移動いたしましょうか。ちょっと待てよ。キリノたちは待たなくていいのかよ。お二人ならもう先に行っておりますぞ。ささ、我々もコスプレ広場に行きましょう。おい、押すなって。うわ、なんて熱気だよ。まるでコミケ中の連中が集まったみたいじゃねえか。なあ沙織っていいねえ。そういえばなんだか見覚えがあるよ。え？皆さんお待たせしました。これよりテーマソングお披露目イベントを始めます。オープニングトークは今回のコミックサークルマーケットのテーマソングを提供してくれたキリリンさんです。はじめまして、キリリンです。この度は
お披露目イベントに来てくれてありがとうございます。そのこのこれ式のことで緊張して、これだから小市民は困るわ。うっさい。私はあんたと違って羞恥心ってものがあるの。そうですぞ、黒猫氏。好きな男性に告白するときは皆緊張するものでござる。それとこれとは全然違うっていうの。あら、てっきり今日は兄に告白しに来たと思っていたのに。誰があんなやつに。あんなやつ？私は兄とは言ったけれど、あなたの兄とは一言も言ってないわ。まあまあ、お二人ともこの辺で。この曲はここにいるお兄ちゃんのために作りました。たった一人のかけがえのないお兄ちゃんのために。それでは歌いたいと思います。聞いてね、兄貴。曲が始まり、会場のボルテージは一気に最高潮へと上り詰め、異様な熱気と興奮渦巻く会場の中、オタクの人波の向こうに俺は見た。一生分の、いや、前世と来世の分まで全部まとめたような極上の笑みを浮かべ、俺に向かってウインクする妹の笑顔。
お疲れさん。意外に様になってたじゃねえか。当たり前でしょ。この私が歌ってあげたんだから。へいへい、そうだったな。そういや、結局霧野はなんで記憶喪失になっちまったんだ？なんで今更聞くの？いや、ふと思っただけだ。なんでだよ。確かあん時は、二人とチャットしてたらテンション上がっちゃってさ。なんでだっけ？ジュース取りに行く時、調子乗ってたら階段から落ちちゃったの。階段から落ちるほどのテンションって一体どんなだよ。それは、そうそう、新作ゲームの話とかしてテンション上がっちゃってさ。まったくしょうもねえというか。そんな話したかしら。あのことでござるか。どういうことだ？ちょっとあんた、余計なこと言わない。あの時先輩が明日帰ってくるとか危機としてほざいていたわね。そんなこと言ってないってば。そうかしら。修学旅行のお土産を楽しみって言ってて浮かれまくっていたのは幻覚かしらね。あんたら何？だからそんなこと言ってない。なんで俺を蹴るんだよ。うっさい。そこの記憶は戻ってないから知らない。全然知らないんだから。今ならわかる。霧野の記憶喪失で俺が一番恐れたことが何なのか。それは兄弟の関係がリセットされちまうってことだ。この一年でちーっとは仲良くなったはずの霧野との思い出だけはなくしたくなかった。記憶が戻って友達と笑い、なぜか顔を真っ赤に恥ずかしがる霧野を見て、ふと俺はこう思っちまったんだ。俺の妹がこんなに可愛いわけがないってな。この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、その他名称とは一切関係ありません。その通り。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。ポータブル。